Hello everyone, I'm Egwen. はい。日々ニュースで報道される中で、犯罪者は凶悪であるというイメージを見聞きしている方も多いのではないでしょうか。しかし、果たして本当にそうなのか。そこを考察すべく、今日はある人にコラボをお願いしました。こちら、逮捕される予定の豚箱さんでーす。ホームレスアイドル。私は元ホームレスの訳ありアイドルエグエンと申します。よろしくお願いします。お願いします。豚箱さんは、現時点では何をやったのか事件内容は言えないとのことで。そうですね。これ言っちゃうと、幇助とかの、皆さんの方が気になっちゃうので。そういう、NG。なるほど。でもなんか、わざと犯罪をしたわけではないっていう。そうですね。悪意を持って何かこう、害を与えたという系の罪では一応自分の認識ではないと思ってます。でも、逮捕される予定。逮捕されます。なるほど。なんか、自首すればいいとかそういう簡単な話でもないんですよね。そうですね。もともと僕も自首と出頭ってまたちょっと違うんですけど、自分からいわゆる警察に行くっていうことを相談しに弁護士さんに行ったんですけど、現状、弁護士さんの回答として、一旦それはしないで、ステイしてほしいっていう。これは弁護する側からの意見としていただいたので、それに準じているっていう状態。なるほど。では、逮捕されることが決定してからの今の心境は？そうですね。実際に逮捕される可能性が高いってなってから、ちょっともう1ヶ月今日経ってるんですけど、最初はやっぱり覚めない夢の中にいるような、本当にそんなこと起きるんだって、多分皆さんも、生きていく自分が逮捕されるって思わないじゃないですか。思わないですね。思わない人の方が多いと思うんですけど。急に非日常みたいな。そうですね。僕もまさか自分がそんな風になると思ってなくて、こうなったので、最初は本当にもう絶望的な状態というか、やっぱりそれは落ち込むというか、終わったなっていう気持ちになって、それが最初。ちょっとずつ状況変わってはいくんですけども。周りの人に話したりとかしました？これも、その家族にはもちろん話したんですけど、はい。ただ友人周りについても、これってやっぱり言ってしまうと法令に当たってしまうので、実際言えないという、内容的にもあんまり不意調して回ることじゃないので、やっぱり、平常に装って日常を送っていかないといけないっていうのは結構しんどいなっていうのはあります。じゃあ今は日常っていうか普通の日常を装って生きている感じなんですか？そうですね。特に逮捕されるのがいつかっていうのもこちらではわからないので、それまでは生活が続くわけですよ。それが、もしかしたら1ヶ月後かもしれない。もっと早く来ると思ってるんですけど、来ない1ヶ月経った、2ヶ月経つかもしれないし、もしかしたら今年中に来るかもしれないし、来ないかもしれないっていうのがわからないんですよ。長期戦になる可能性もあるみたいな。そうですね。だから、それまでは、普通に生活をしなきゃいけない。なるほど。やることが逆に、できることがそもそもこの時期に関してないっていうのが実情なので、普通に生活をしているという状態ですね。なるほど。じゃあ、でも、SNS やってらっしゃいますよね。はい、これ話す。X とか、で、結構、さっさと逮捕されろみたいなコメント来ません？でも、僕当初は非難合々に、そもそもそんなに注目されるとも思わないで、現実でやっぱり友人とか誰にでも話せることじゃないので、それは匿名性の高いところで、気持ちを吐いていこうと思って SNS 始めたんですけど、思ったより、そういう心ない声って実は全然多くなくて、そうなんですか？ほとんどないと言っても等しいぐらいあんまりないんですよ。で、どちらかというと、DM とかで、あと公式っていうか LINE とかで、実は私も逮捕されたことがありますとか、実は僕もこういうことがあってとか、そういう同じような状況になった人からの、報告というか、応援とか励ましてくださったりとか、で僕もこうなるけど大丈夫なので、
気持ちを強く持ってくださいね、みたいなすごい優しい言葉の方が逆に多くて、それはすごく驚いてますね。逮捕されたことがある人が実は結構いて、しかもみんな優しいみたいな。本当おっしゃる通りです。なるほど。じゃあ逮捕されると分かってから、なんかこう、いろいろ行動なさったことありますか？さっきも言った通り、この件に関して何かできることがあれば、例えば事前に罪滅ぼしをするだとか、何かちょっとでもいい方向に全てが進むように、何か行動することがあればもちろんそれやりたいんですけど、現状はまさにそのストイというのが基本というか、とにかく自分から行動するというよりは待ちましょうっていう。で、逮捕されてしまった後に関しては、そこはもうその、弁護士の先生だったり、いろいろなやりとりっていうのがね、専門的なところのアドバイスっていうのはいただいてるんですけど、今の現時点では、何かをやってくださいとかした方がいいですっていうのは原則なくて。じゃあ特に、身辺整理って言うとおかしいかな。おっしゃる通りですね。例えばちょっと部屋をちょっときれいにしたりとか、あとこれから僕が入ってしまった後に、費用がかかったりとか、弁護士費用とかっていうところも、ちょっと家族に、ここにこういう風にお金入ってるからこのカードでみたいな話をしたりとかっていう身辺整理をして、強いて言うと、そうですね。ちょっと家族と一緒にいる時間を今までよりも意識して作ったりとか、そういう行動っていうのはありましたかね。なるほど。生活が健全になったみたいな感じですか？まさにそういう、なんていうんですかね。僕はもともと結構毎日幸せハッピーっていう感じで生きていたんですけど、それがよりそのアンテナが、感度高くなった。感じるようになったみたいな。そうですね。より、もうなんでもないことがこんなに幸せなことなんだっていうのを、結構身をもって今は感じていますかね。はい。で、今、ちょっと面白いんですけど、レンタル逮捕される人っていうサービスをされているということなんですか？はい。これは一体これも、経緯を少し話すと、レンタル何もしない人さんがいらっしゃって、ドラマ化されたりも、レンタル何もしない人さん。私人の、レンタルさんのコスプレしたことあります。帽子のやつです。帽子に、灰色パーカーに、みたいな。レンタル何もしない女です。やったことありますね。話それちゃった。で、レンタル何もしない人さんから。そうですね。もともともう、レンタルさんがやるぐらいの頃からずっと、存じ上げていて、で、いつか面白そうだから何か依頼してみたいなっていうふうにはぼんやり考えていたんですけど、このタイミングで、自分がこういう状況だし、ということでレンタルに初めて依頼をしたんですよ。依頼したんですか？はい。どんなことを？毎日、逮捕されるまで今日はセーフでしたっていうふうに DM を送るんで、シャバを楽しんでってふうにしてくださいっていう依頼をしたんですよ。シャバを楽しんで。はい。これフォーマットなんで、今日はセーフでした。シャバを楽しんで。今日はセーフでした。これをただ延々とこの一文だけのやりとりを、今の朝もやってる。っていう依頼をしたところ、そのレンタルさんの、ツイートの方で、逮捕される人からの依頼が来たっていうツイートを取り上げてくださったときに、そこで結構反響があって、そこから、レンタルさん経営でいろんな人が、僕の存在を知っていただくきっかけになって、で、その日の夜とかに、ちょっとパロディ的に、こんなおふざけだったんですけど、レンタル逮捕される人をはじめまして、レンタル何もしない人のプロフィールの文章をそのままなんとなくツイートしてみたんですよ。簡単な受け答え以外はできかねます。そうです。あれはちょっとパロディ的な意味で、ちょっとツイートしてみたら、僕は結構冗談のつもりだったんですが、それに対して本当に DM が結構来たんですか？来まして、で、今できることをやっていこうっていう考えで行った時に、興味を持ってくださる人がいて、で、高尚な目的があって始めたわけじゃないんですけど、需要があるんだったら、やってみようかなぐらいの気持ちで、今そういった活動を始めたという。どんな依頼来ますか？対面である場合だと、涼しくなってきたんで一緒に散歩しながらお話聞いてくださいとか。めっちゃ普通や。普通です。ご飯食べに行きませんかとか。話したいです。聞いてみたいです。とか。あと、C 社に
行ったことないから行きたいですとか、一緒に、とか、あとは、ちょっとこう特殊なケースで言うと、やっぱり自分もちょっと人に言えないちょっと話を抱えているんで、話させてほしいです系の依頼は結構多いですね。あー、なるほど。本家レンタル何もしない人さんとあんまり変わんないですね。そうなんですよ。多分、中でも、ちょっと人に言えないけどとか、実は自分もっていう系の連絡が多いな、かなって思っていて、あなのでその理由は、僕そもそも捕まる予定ですし、そもそも僕がまともじゃないというか、世間一般的には、ちょっとこう外れている状態の人なので、なんかそういう人の方が、そういうなんか自分のちょっと罪というか、罪悪感のある話をしやすいっていうのがあるみたいですね。懺悔的な感じ。懺悔。はい。懺悔を聞いているっていうと、あれですよね。なんか、すごいいいことしてるみたいな感じですよ。懺悔を聞いてる人もまた悪い人なんですよ。でも、やっぱあれですよね。めっちゃいい人、完璧な人に自分の悪行を話すのって、ためらわれますよね。確かに、そうですね。そう。逮捕されてからもご予定があるとか。そうですね。予定ということではないんですけれども、今逮捕される人っていうことで、逮捕される間の人間として、発信というか。そうですね。YouTube、あと X、あとなんだっけ、ノート。ですね。で、ノートは文章とかね、あと、いろいろ発信されてますからね。そうですね。これも、逮捕される前の心境って普通の人はならないと思うんですよ。なんでそれをちゃんとこう、洗いざらい、記録として残しておこうっていうものと、を今してるんですが、これ捕まってしまった後も発信はしていきたいなと思っていて。どうやってするんですか？もう代理の人を立てていて。で、僕が捕まってしまうともう一切スマホもパソコンも使えないので。ですよね。自分で更新っていうのはできないんですけど。ひっきり手紙を送るっていうやり取りができるので、そういったところを介して、今こういう風に日々過ごしてますとか、今日はこういうことをしましたっていうのを、毎日というよりは1週間ぐらいまとめてこう送って、ネットに上げてもらって、っていうのを、ちゃんと繰り返しというか、今の延長線上でやっていきたいと思ってます。逮捕される人から逮捕された人、塀の中にいる人になって、その獄中日記が読めるかもしれないというわけですよね。おっしゃる通りですね。おそらく、塀の中から発信が実現するんじゃないかなと思います。それは楽しみかもしれない。塀の中のことなんてなかなかわからないですからね。なんかわからないからこそ勝手に、逮捕される予定のない人は、なんか恐怖心とかで見ちゃうわけじゃないですか。でも、実際のところどうなんだろうっていうのをね、そこを知りたいですよね。どうなるんですかね。楽しみですね。イェイ。豚箱さんの YouTube X ノートはコメント欄にリンク貼っておきますので、そちらをご覧ください。ただ、全部日本語ですけどね。そうですね。このチャンネル海外の方もたくさん見てるから。最後に、シャバのみんなに、一言何かありますかね。そうですね。僕が言うのもなんなんですけど、いろいろなケースがあると思っていて、悪いことをしようと思って悪いことをしてしまう人もいれば、なんかちょっと、なんかの拍子に行動がそういったことになってしまうという方もいると思うんですよね。それは、皆さんも、僕もそうだったんですけど、まさか自分が逮捕されるなんてことは、天と地がひっくり返ってもありえないって皆さん思ってると思うんですが、その中で僕はちょっと踏み外してしまった側になります。こういった活動をしてると、反省しないんじゃないかとか、ふざけてるんじゃないかっていうふうにとらわれるのもしょうがないなと思ってるんですけど、ただ、その中でもやっぱり自分にできることとか、何をすべきなのかっていうのを考えた結果として、今、この後っていうふうに、活動していく予定なんですが、皆さんはそんな僕よりも、圧倒的に自由で、スマホも触れるし、服も触れるし、好きな時にご飯も食べられるっていう状態で、皆さんそれぞれ大変なことはあると思うんですけど、少なくとも、捕まるよりは自由な生活を享受しているはずなので、今後も余計なことはせずに、ただ、
普通に生活をしているだけでめちゃくちゃすごいことだと今僕はすごい声を大にして言えるなと思っているので、皆さんはこちら側に来ないように、平穏な日々をお過ごしいただければ、それが一番いいんじゃないのかなと思います。なんか深いですね。なんかこう何かを成したっていうのが普通はなんかこう、人生のプラスみたいなことなんですけれども、余計なことをしなかったってことも人生のプラスなんだ、みたいな。そうですね。やらないことの素晴らしさにもっとこう、フォーカスして考えるべきだと思いますね。なるほど。今日は悪いことしなかった、余計なことしなかった、何もなかった、よかった、というふうに考えると、毎日もっと素敵になるかもしれませんって、なんか、いい言葉を聞いてしまいました。犯罪者だから私たちとは別の人種みたいなのじゃなくて、なんか、普通に、私も含めて、普通にそこら辺を歩いている人が、いつ何かちょっと、何かを踏み違えた時に、逮捕されるとかそういうことも普通にあり得るんだな、ということで、知らない世界の話とかじゃなくって、もっと理解を深めていくっていうのも重要なのかな、と思いました。いやー、獄中日記楽しみにしてます。いやー、本当に今日は来てくださってありがとうございました。はい、皆さんもコメント欄に感想とか書いてくださいね。よろしくねー。